はい、どうも始まりました。ですね、このチャンネル、この動画ですね、多分何本か撮ると思うんですけど、ゼルダの伝説時のオカリナというゲームソフトがあるんですけども、それを、プレイしながら、いろいろ喋るっていうのを、これからやっていきたいと思うんですけど、なんでこれをやろうとしたのかっていう話をまずはじめに、やっていこうと思います。なんで、今日はゲームやるところまではいかないかもしれないですけども、最初にね、ちょっとその理由をね、話していこうと思います。まず、私がね、30代なんですけど、このゼルダの伝説時のオカリナですね。任天堂64という、ゲームハードがあるわけですが、それの専用タイトルとして、1998年の11月21日に発売されたんですけども、これをですね、小学生の時に、最初に初めてプレイしまして、そこから、いろいろその、ゲームとか、漫画とかアニメみたいなものにハマっていくという、オタク的なね、感じの、子供時代を過ごしたわけですが、そのオタク的なもの、その、例えば中学生の時とかにアニメとか漫画とかゲームとかに、夢中になってて、このゼルダとかもそうだし、そうなんですけど、ただね、それ以降って、なんとなくオタクっぽいものというか、オタク向けに作られたコンテンツを、話題になってるやつは、なんとなく追っていたりとか、ゲームも今でもしますし、アニメも、話題になってるものは見るみたいな感じではやってはいるんですけど、そうね、その中学生ぐらいの時のテンションと全然違うというか、なんて言ったらいいんかな。惰性でやっちゃってるというか、惰性でなんとなく別にそんなにすごい中学生の時みたいに夢中になるわけではないけど、なんとなくオタクっぽいものの情報を得ながら、なんとなく消費してるみたいな、そういう状態が続いていて、なんかそれが結構もうなんか出がらし状態というか、ほんまにもう薄いお茶しか出ない葉っぱにお湯を注ぎ続けてるような感性しか残ってなくて、なんか需要するにもなかなかこれがすごいとか面白いみたいなんていうのを、なんかそういう気持ちになんかなりづらいというような状況に陥ってまして、なんかね、それは、もはやそれはオタクではないですよね。もう今の話を聞いてわかるように。オタクっぽいものの、外形だけをとどめた、オタクの残骸とかオタクの出がらしみたいな状態だなと思いまして、なんかそれは、なんか良くないというか、とにかく初心を取り戻したいという気持ちがちょっと出てきたんですよね。最初に、ゲームを好きになったきっかけっていうのが、このゼルダの伝説時のオカリナっていうタイトルなんですよね。その前に世代的に言うと、ポケットモンスター、ポケモンが大ヒットというか大ブームだったっていうことがあって、もちろんその辺の洗礼は受けてるんで、そこがゲーム好きになるっていうのを、そこを基準にしても良いような気もするんですけども、なんか一人で、ゲームをして楽しい、面白いと思うようになったのと、より深く、ゲームってどう面白いんだろうとか、どういう構造をしてるんだろうとか、どうやってこういうものが作られてるんだろうみたいなことに興味を持ち始めたっていうのが、このタイトルからだったので、なんかそういう意味ではきっかけになったソフトだったなと思って、実際そのゼルダの伝説時のオカリナっていうのは、ゲーム史上見てもある、マスターピースである、と言われていることは間違いないですよね。その、後の 3D の、アクションゲームかな。アクションゲーム三人称視点のなんかアクションゲームみたいなものの、いろいろなシステム的な部分にも影響を与えてるっていうのは、言えると思いますし、そういうところですね。なんか、そういう意味で、重要な作品でもあるというので、今、もう一度やり直して、考え直すっていうのはいいかなっていう意味も、ありますね。そういう、個人的な部分と、ゲーム、今のゲームと比べて、
この当時何が新しかったのかみたいなことを、改めて、考える機会になればいいかなって思ってます。でですね、今回は、この、任天堂スイッチオンラインの、サービスの一環である、任天堂スイッチオンラインの任天堂64っていうものを使って、この画面収録をしていこうと思うんですけれども、この辺の話っていうのは、ほとんど、ハードウェアとか、現状の、古いソフトの、プレイのできる環境とか状況について喋るもんなんで、丸々ほとんど飛ばしてもいいような気もするんですが、でも、基本的に多分ゲームをやり始めても、多分外角的なことを話すことが多いと思うんで、ある意味で今から話すようなことばっかり喋るような気がしてるんで、ちゃんとした中身といえば、ちゃんとした中身の話でもあるっていう感じなんですけど、まずこの任天堂スイッチで、オンラインプレイをするようなゲームですね。今だったらスプラトゥーン3、2もありますけど、スプラトゥーンみたいな形で、オンライン対戦をするようなゲームっていうのは、無料でそのオンライン対戦ができるわけじゃなくて、いわゆるサブスクリプションサービスに入って、オンラインの接続代というか、サーバー代というかサービス代みたいなものを、支払って、普通だったら月額200円程度なんですけど、それを、その追加パックというような形で、さらに上乗せするといろいろなサービスがついてきますよっていうものの、一環として、任天堂64のソフトが遊べるというもの、サービスがついてきてて、それで、プレイすることにします。で、なぜこれでやるのかっていうと、ちょっと現実的な問題としてゲーム画面をね、収録する際には、HDMI に簡単に出力できる、機器から映像を流したいっていうのがありまして、64の、任天堂64は、略称として64と言われていますので、64と言いますが、64からね、出力して、それをパソコンに取り込むっていうのは、ちょっとめんどくさいという部分があるので、何かしら HDMI から出力できるものを媒介してやりたいなと思ってたんですけども、ファミコンとかスーパーファミコンに関しては、ミニファミコン、ミニスーファミっていうものが商品として出てますんで、それを使うっていうのも一つ手としてあると思うんですけど、64に関しては、そういった商品が、まだ出てないというか、出るかどうかわかんないですけど、現状のところはないので、どうしようかと考えていました。ちなみに今言ったような、ミニファミコンとかミニスーファミっていうものは、HDMI 出力を備えているというか、それしか出力系がないんですけどね、映像に関しては。で、64を遊ぶというか、HDMI 出力のある、ハードで遊ぼうとすると、それ以前、このスイッチが出る以前には、Wii U っていう、ゲームハードがありまして、Wii U っていうのは、任天堂の、一応据え置きハードとしては、Wii とスイッチの間で、Wii の後継機として出たんですけれども、なかなか Wii や今のスイッチのようには、販売台数が、伸び悩んでいたハードだったんですけども、でも、その頃にね、かなり、実は、スイッチにね、つながるような様々なことが行われていて、それこそその標準で HDMI に接続できるような、ケーブルがついてくるっていうような風になってたりとか、もちろんフル HD で、画面が出力できるとか、様々な面において前段となるようなハードだったんですけど、そこで、バーチャルコンソールっていう形で、このバーチャルコンソールっていうのは、据え置き機で言うと Wii の頃からあったんですけれども、以前のね、タイトル、ファミコンとかスーファミとかっていう、ソフトが遊べるというような、遊べるというか、これはですね、今みたいなこのサブスクリプションサービスではなくて、ソフトをね、買い切りで一度買っ
ってダウンロードしたら、その後はずっと遊べるという形だったんですけれども、それでスーパーファミコンやファミコンのソフトっていうのが、かなり多くの種類、ダウンロードできるようになっていて、途中から任天堂64のタイトルも追加されたので、Wii U で、任天堂64のタイトルを遊ぶことができるし、HDMI 出力でフル HD で外部機器に映像を出力することができるという状態だったんですけれども、なので、これをやろうとした時に最初、Wii U でやろうかなと思っていたんですが、ただそこには結構ネックがあって、それは何かというと、コントローラーの問題なんですよね。Wii U のコントローラーそのものに、問題があるという話をしたいわけではなくて、別に、私自身も別にそうとは思っていないのでしないんですけども、64のコントローラーと Switch とか Wii U の標準的なコントローラーっていうのが全然このボタン配列が違うんですよね。その右側ですね、コントローラーの右側、任天堂のハードで言うと、スーパーファミコン以降の据え置き機や携帯機において採用されることが多い形として、右側の親指が当たる部分に A、B、X、Y っていう、ボタンが配置されていて、それはプレイステーションの丸×三角四角であったりとか、Xbox の B、A、Y、X か。っていうような、それぞれ配列は違いますけども、基本的にこのスーパーファミコン式というか、親指のボタンが4つあるっていう形ですよね。それが採用されていて、Wii U のプロコントローラーとか、スイッチのコントローラー、あるいはスイッチのプロコントローラーっていうものが、そういった配列になっていて、人差し指に、トリガーボタンが1個あるいは2個。最近のものは基本的に2個ついているというような、形状なんですけれども、64のコントローラーは A、B っていうボタンと、C ボタンユニットっていうものがありまして、そういう形状だったので、特に、右の部分が違うのがあるんですけれども、でそういう問題があったので、Wii U でやるにしても、なかなかちょっと操作感覚が違うので、初心に変えるというか、当時のプレイの感覚を思い出しながらやりたいなっていうのにはちょっと遠いなという部分がネックになっていたのですが、このスイッチのね、この任天堂64のサービスが開始されると同じタイミングで、されるのと同じタイミングで、スイッチ用の64のコントローラー型コントローラーっていうものが発売されまして、それで、スイッチでやるのでも全く問題がないというか、64のコントローラーのボタン配列の、状態で、できるということになったので、このスイッチでこの収録っていうのを、やっていこうかなっていうふうに思ったんですよね。で、この、64のコントローラーの配列なんですけども、右手の親指が当たるもののボタンの配列が違うっていう風に言ったんですけども、実際のところって、ボタンの配列って言ってしまうとちょっと間違ってる部分があって、これが Nintendo 64の、コントローラーなんですけど、さっき言ってたこの C ボタンユニットっていう4つあるボタンなんですけども、これって上下左右の矢印が書いてあると思うんですけども、この矢印というか三角形ですね。三角形でこの方向性が示されてますけど、これはだから今の現行のよくあるコントローラーで言うと右スティックですね。右スティックに相当するようなものだというふうに捉えるのが適切なのではないかなっていうふうに思われますね。で、これは例えばスーパーマリオ64というような、タイトルですと、カメラのね、視点操作にこの C ボタンが使われている、割り当てられているので、実質的にスティック的な3D ゲームにおいて、右スティック的な意味合いで付けられていたんだなということがわかりますね。で、ただしですね、この C ボタンユニットの代替として、右スティックが使えるのであれば、別にコントローラーそこまでこだわらなくてもいいんじゃないかっていうふうに思われるかもしれないですが、ゼルダの伝説、時のオカリナに関してはちょっと事情が違っていまして、というのも、この C ボタンユニットが、いわゆるそのスティック的な役割、カメラの視点移動ですね、的な役割をしているのではなくて、このボタンの一つ一つにですね、リンク、主人公の、
リンクというのが主人公なんですけども、主人公が、様々な道具を使いこなすというのが、このゼルダシリーズの、特徴なんですけれども、その C ボタンユニットのうちの3つが、道具を切り替えるっていう、持ち替える、切り替えるっていうためのボタンとして使われているので、スティックを倒すというよりかは、ボタンで選択するっていう、ボタンを選択して、そのままその割り当てられたボタンを押すことによって道具を使用するというような形になってくるので、スティックを倒すという操作感だとちょっと違ってくるなということを思っていたので、できるだけ64の、特にゼルダをやるっていう面では、64のコントローラーのタイプでやりたいなというふうに思っていたということでした。で、このスイッチ用のね、コントローラーが発売されたんで、良かったなという話なんですよね。で、これで、一応 HDMI 出力ができつつ、64のコントローラーの形をしたもので、プレイできるっていう状態が出来上がったので、じゃあもう、さっきも言いましたけど、オタクの出がらしとしてなんとなくコンテンツを消費するだけでダラダラと生きていたという部分があって、なかなかこういう初心に変えるとか言っても、これを収録する気力すらないっていうような状況だったんですけれども、ここまで、自分的に外堀が埋まってしまったら、もう、やるしかないなという感じになったので、これから、ゼルダの伝説、時のオカリナを、やっていきたいと思いますけど、どうしようかな。もう一つなんだろうな。なんでゼルダなのみたいな話を始める前に挟んでおくと、ちょっとね、前置きがあまりにも長すぎるんですけど、多分この1回目のね、動画では多分始まらないような気がしますね、ゲームのプレイ自体は。先ほども言ったように、一人用のね、ゲームであったってことが、ある意味で、時のオカリナが、自分にとって、非常に重要な、ゲームを好きになるきっかけとなる、タイトルになったっていうことなんですけど、なんかね、小学生男子っていうものとゲームっていうものって、ある意味で、結構残酷ですよね。残酷な、関係性を見せてしまうようなもので、つまり、当時あったような、この対戦ゲームですね。ゲームで対戦する。4人とかで対戦したり、2人で対戦したりするわけですけれども、なんというかね、やっぱ勝ち負けっていうものがね、あって、で、この勝ち負けで、負けると、やっぱりね、ものすごくね、否定されるというか、馬鹿にされるというか、そういうところがあって、自分自身は結構ね、アクションゲーム、当時流行っていたアクションゲーム的なものとか、レースゲーム的なものって、なかなか苦手で、難しい操作をして、ショートカットをするとか、読み合いに勝つとか、いうことが、なかなかできなかったんですよね。だから、結構、負けると、非常に、小学生男子的なものって、残酷で負けた相手に対して一切気を使わずに、言葉の上でもボコボコにしていくという、敗者に優しくない、世界観なんですけれども、なんかね、そうやっていくと、やっぱりゲームはあんまり上手ではないと、そうやってけなされて、あんまりやっぱ楽しいものだっていう風な認識がね、持てなかったんですよね。それが、小学生男子的な、世界観でのゲームの認識だったんですけど、一人で、長い時間かけて、主人公にね、なりきって、冒険をするっていうような経験。しかも、あまりそれまでなかった、その 3D の世界でもあったし、それこそこのスーパーマリオ64とか、スターフォックスみたいな、3D アクションゲームとか、シューティングゲームみたいなものよりかは、もうアクション要素に関しては、多少優しいと言える部分があって、ゼルダに関しては。本当に指先の反射神経快感みたいな
ものを追求していくようなアスレチックゲームではないので、そういう意味では、まあアクション要素っていうのが控えめであった。そういった比較で言うと控えめであったっていうこともあって、まあ自分の中ではすごく遊びやすくて面白いものになったんですよね。だから当時として小学生男子的コミュニティの中でなんとなく馴染めないというか、まあ同級生のことを友達と呼称するか問題っていうのがあるんですけど、いや、ていうか多分そういう問題が浮上するってなかなかまあ厳しい状況だと思うんですけど、まあそういうことがあって、まあそれが、作品を見て感動したりとか、作品を面白いって思うっていうことが、なんか自分の感性の主軸となっていくというか、そういう周囲のね、人間関係から離れて何か面白いことがあるっていうのに、まあ、気づかされたというか、まあ、それに気づくことになったきっかけでもあるんで、まあ結構、このゼルダっていうものは、まあ大きかったなという、まあ、すごく、ちょっといきなりしみじみしてしまいましたけれども、というのがありまして、まあそれで、まあちょっと、まあ、今回またね、久しぶりに、投資でできたらいいですけどね。一応ガノン倒すところまでいけたらいいなと思ってますけれども。まあでも、ただプレイするだけじゃなくて、もう逐一止めながらも喋っていこうと思うので、なかなか時間はかかると思いますけれども、まあちょっとそういう形で、まあこれからやっていこうかなと思います。